どうも、じゃあギターショップトニックの小沢です。今回はオービルについてやっていこうと思います。はい、皆様聞いたことありますかね。昔ギブソンがやっていた日本製のモデルなんですけども、最近はですね、価格もかなり高騰しているそんなオービルなんですけども、今回はオービルについての歴史だったり、製造工場だったり、特徴だったり、ギブソンとの違いなどなど解説して、最後はサウンドチェックもやっていこうと思います。今回ですね、いろいろと調べてみて、めちゃくちゃ面白い内容に仕上がったと思いますので、よろしければ最後までご視聴ください。ということで本編へどうぞ。まずはじめにオービル・バイ・ギブソンの歴史について語っていこうと思うんですが、時は1970年代ですね。国産メーカーたちがですね、ギブソンだったりフェンダーだったり、本家を上回る高い品質で低価格なコピーモデルをたくさん作っていたんですね。アメリカ本国の方ではかなり問題視されている内容でして、ギブソンもフェンダーもそれで売り上げがちょっと下がってしまっているという風な時期ですね。そんな中ですね、フェンダーはですね、これらの製品に対抗するために神田商会さんと藤源さんと山野楽器さんと提携をすることによって、フェンダージャパン株式会社を立ち上げて国産フェンダーを展開するんですね。コピーモデルと同様に低価格でヘッドにフェンダーのデカールのギターが貼られていたら、それら一掃できるんじゃないかというふうに考えて、フェンダージャパン株式会社というものを立ち上げて対抗するんですけども、ギブソンはどうしたかっていうと、1970年代初頭ですね、有谷さんですね、新井貿易さんと共にですね、エピフォンジャパンというものを立ち上げまして、日本製のエピフォンを製造して販売していたというふうな話です。その後ですね、1983年に新井貿易さんとの提携が終了しまして、エピフォンの輸出モデルに関しては全て韓国製になるんですね。その後ですね、日本製のエピフォンが生産されないままどんどん進んでいくわけなんですけども、1987年ですね、山野楽器さんがギブソンとエピフォンの輸入代理店となりまして、アメリカ製のギブソンと韓国製のエピフォンと、あとは日本製のエピフォンのセミアコモデルを取り扱い始めるんですね。その後ですね、1988年、山野楽器さんが日本製エピフォンのラインナップを拡大しまして、セミアコモデルだけではなく、ソリッドボディのモデルも開発し始めるんですね。この拡大されたラインナップのモデルに関しては、エピフォンという名前を使用せずにですね、ギブソンの設立者の名前であるオービルという風な名前を冠することになりますね。日本市場向けのギブソンの認可ブランドですね、オービルバイギブソンが誕生します。価格帯に関してはですね、韓国製のエピフォンとアメリカ製のギブソンのちょうど中間に位置するラインで、フェンダージャパンと同様にコピーモデルに対する牽制の意味もあったと考えられています。そんなオービルバイギブソンのギターの特徴でいうと、日本製の高品質さを持ちつつ、ギブソンのピックアップを搭載していたという風な点ですね。フェンダージャパンもですね、上位モデルに関しては US のピックアップ載せたりとか、ラッカーフィニッシュにしたりとかやってましたし、 G&L もトリビュートとかプレミアムとかそういったものもアメリカ製のピックアップを載せてるっていう風な売りにしてますよね。アメリカ製のピックアップが載ってるっていうだけでかなりギタリストとしては嬉しい感じがあると思うんですけども、その後1990年代中頃にはですね、より低価格のモデルとしてオービル単独名義のものも登場しますね。オービルバイギブソンに関しては日本製でピックアップは USA のピックアップが載っていたという風なモデルで、オービル名義のものは日本製でピックアップも日本製という風な、そういったラインナップになりますね。1995年にオービルバイギブソン名義のギターの生産が終了しまして、1998年にはオービルブランド自体が終了してしまって、日本製のギターというのは全部エピフォンジャパンの製品になるという風な流れですね。ざっとこういった歴史があります。そんなオービル製品、これから深掘りしていこうと思います。オービルの製造工場についてやっていこうと思うんですけども、1988年に登場して、そこから1992年頃まではですね、寺田楽器さんが製造を行っていたというふうな話ですね。その後ですね、1992年以降は藤源がソリッドモデルを主に担当しておりまして、一部寺田楽器製作のものも存在していたというような話ですね。J シリアルのモデルが基本的に寺田楽器さんが製作していたというふうな話です。韓国で製作されているモデルも存在していたとのことで、シリアルナンバーの頭文字のところに K のアルファベットが書いてあると韓国製という風な説が流れていたんですが、当時の代理店だった山野楽器さんの所在地が蔵前だったので、その K というアルファベットを使っていたという風なのが有力ですね。このあたりですね、いろんな情報が出回ってまして、詳しく知っている方いたらぜひコメントしてみていただけたらなと思います。オービルバイギブソンが1995年まで製造されていたという風な話があったんですけども、ということはですね、寺田楽器で製造していたオービルバイギブソン、藤源で製造していたオービルバイギブソン、2つあるんですよね。一体どっちが人気だったのか気になるところですね。続いてギブソンとオービルバイギブソンどう違うのかっていうところをやっていこうと思います。まずはじめに製造国が違いますね。ギブソンはアメリカで生産されておりまして、オービルは日本という風な形ですね。あとは木材とかパーツが異なっておりまして、ギブソンでは基本的にアメリカの木材を使用してアメリカのパーツだったり電装系だったりというものを使って組み上げられています。それに対してオービルバイギブソンはですね、ピックアップはギブソンの USA 製なんですけども、電装系だったりハードウェアだったり木材だったりっていうのは基本的にアジア製のものが使われていましたね。あとは
塗装ですね。ギブソンは伝統的なニトロセルロースラッカーでフィニッシュされているのに対して、オービルはポリ塗装ですね。ヘッドロゴも異なっておりまして、ギブソンは定番のギブソンロゴとか、あとクラウンのインレイとか筋とか335とかで使ってるあれですねがヘッドストックに配されているのに対して、オービルバイギブソンの場合はオービルというロゴだったり、オービルバイギブソンっていう風なロゴだったりっていうものが存在しまして、一説によりますとですね、クラウンインレイの位置も異なっていることがあるらしいですね。あとは価格帯ですね。ギブソン USA に関してはモデルによるんですけども、日本円換算でだいたい20万円から50万円だったのに対して、オービルバイギブソンに関しては11万円から13万円ほどで販売されていたという風な話ですね。キルトメイプルとかフレームメイプルとかを使用したちょっと高級なモデルもあったんですけど、それがだいたい20万円ぐらいだったみたいです。先ほどもお伝えしたように、ギブソン USA と韓国製のエピフォンとこう中間に位置する、本当に絶妙なポジショニングだったと思います。ギブソンとオービル、こういうとこが違うよっていう風な話なんですけども、なぜこう近年オービルバイギブソン高騰しているのかっていうところですね、ちょっと僕なりに考えてみたんですけども、ギブソンのこう公式のライセンスの製品なんですね。コピーモデルとはこう違うギブソン直系の純正のブランドっていうところが一番大きいかなという風に思いますね。正規品欲しいですよね。世界的に評価の高いフジゲンとかエアダ楽器とか、日本でトップクラスの工場で生産されているっていうところも特徴ですよね。やっぱりそれだけ品質自体がすごい高かったんじゃないかなと思いますね。オービルバイギブソンわずか10年間しかこう生産されていなかったという点で、かつオービルバイギブソン名義アメリカ製のピックアップが載っているものっていうのは95年までなので、約7年間っていう風な本当に短い期間だったんですね。なのでそれによる流通の少なさとか生産数の少なさっていうところで希少価値が高まってるんじゃないかなと思いますね。でやっぱりギブソン系のギターっていうのはネック折れとかそういったトラブル多いので、壊れてしまったりっていうものもかなり多いんじゃないかなと思いますね。現在エピフォンのこう日本製のモデルが存在していないので、現状だとギブソンが関わっている国産モデルの正規品を入手することができないんですね。なのでこのオービルバイギブソンがこう日本製のこうギブソン的なこうポジションで重宝されているっていうのも理由の一つだと思いますね。90年代当時ギブソンのレスポールスタンダードの定価がだいたい20万円とかからだったっていう風な話で、現行品30万以上とかってなってくるので、ギブソン製品の価格高騰っていうものでオービルが選ばれるっていうのもあるのかなと思ったんですけど、中古相場見るとオービルバイギブソンで35万とか平気で30万超えてたりとかっていうのもあって、中にはですね45万とかで取引されてるのも見かけたので、完全にこう本家の価格を超えてしまってるというような、めちゃくちゃすごいですよね。そんな感じでオービルバイギブソン話してきたんですけども、サウンドどんな感じなのかっていうところで、せっかくなので今回このオービルバイギブソンのモデルと、あとギブソンのモデルトニックにありますので、それらちょっと比較していこうかなと思います。使用するモデルがこちらですね。まずこちらがオービルバイギブソンのレスポールジュニアのダブルカッタウェイと、こちらがギブソン USA のレスポールスペシャルダブルカッタウェイです。日本製でアメリカ製のピックアップを載せているオービルバイギブソンと、アメリカ製のこちらのギブソン、どれくらいこう音が違うのかっていうところチェックしていこうと思います。めちゃくちゃ楽しみですね。レスポールジュニアとスペシャルっていうところでちょっと構造違うんですけど、ホーボディと P90 なので多めに見ていただければと思います。早速音鳴らしていきます。どうぞ。
それぞれお聞きいただきました。いかがでしたでしょうか？どうですかね？個人的にはオービル・バイ・ギブソンかなりいい線いってる感じはあったんですけども、いい意味でちゃんとアメリカらしさ、国産モデルすぎない感覚もあっていい音鳴ってたんじゃないかなと思いますが、どうですかね？僕自身のちょっとしたプラシーボみたいなものもあるかもしれないので、こうだったっていう方ぜひコメントしてみていただけたらなと思いますね。今回オービル・バイ・ギブソン改めていろいろ調べてみて、やっぱ歴史を知っていくといろいろ面白いなっていう風に感じましたね。トニークでブランドの歴史関係の YouTube の本編動画たくさん上がってますので、そちらもぜひチェックしてみていただけたらなと思います。いやー、どうでしたかね？もっともっと詳しい方たくさんいるかもしれないんですけども、ぜひそういった方コメントしていただければと思います。たくさんお勉強させてください。ということで本編終わり。オービルと言いますと思い出というかあるんですけども、ギブソンってめちゃくちゃ欲しいってなるブランドだと思うんですけど、多分ギタリストの方は一度はギブソン欲しいなって思ったタイミングがあると思うんですが、ないっていう人いるのかな？もしかしてこの世界のギタリストでいるのかどうなんだろう。ギブソン欲しかったんですけど、当時から手が出ないんですよね。買えないっていう風な感じで、でもやっぱ欲しいなみたいな話を僕のおじさんですね、ギターを教えてくれてた人に相談をした時に、オービルがあるぞっていう風なアドバイスをいただいて、バイギブはアメリカのピックアップが乗っててみたいな話を教わったことがあって、デジマートでいろいろ調べてたんですね。その頃何年前だろう、もう15年ぐらい前ですけど、その頃からもうかなりバイギブ自体少なくて、でも10万ぐらいとかで出てたような記憶があるんですよね。ヘッドのストックもちゃんとオープンブックですし、ヘッドにレスポールモデルという風な記載があったりとか、本家っていう感じがあって、オイルもめっちゃいいなと思っていろいろ見てましたね。その頃と比べると本当に値上がったなと思いますね。今思えば当時破格だったなと。X とかでもオービルの値上がりに関してポストが流れてくることが多くて、みんな思うことは同じなのかなとか思ったりしましたね。オービルバイギブソンとかオービルとかトニークにも数回入ってきたことがあるんですけども、ウェブに上げるともう即売れみたいな状況だったので、見つけたら即チェックしていただけたらと思いますね。この動画が面白かったという方はいいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださってる皆様本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェック、フォローをよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-4-8 丸山ビル1階ですね。ギターショップトニーク営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。